んにちは、メイです。前回はエントランスと自宅周りを少し作ったので、今回は自宅裏に街を作っていきます。どんな街になるのか気になる方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。今日も元気よく肉体労働をしていきます。本日の舞台は自宅裏。道をぐるっと駆け抜けていきます。この先の道は案内所へ続く予定なのですが、あえて遠回りをさせています。今回はここから見える範囲を作っていきます。ちょうど案内所の左側ですね。マップで言うとこの辺りを今回クリエイトしていきます。ちょうど一区画分ですね。安全第一、ヘルメットを装着します。案内所の左側から攻めていきます。案内所へ行けるよう一部間を空けておきます。最近はようやくマス数を数えてからレイアウトするという術を学んだので、案内所から攻めています。今回は道6マス、運が4マス、道6マスの順で敷いていきます。道路幅だけシンメトリーにしていきます。あくまで幅なので敷くデザインまでは統一しません。こだわりすぎると私が崩壊するので頑張りすぎないようにしています。道路はレンガで周りを囲うとより立体感が出るようにしています。こちらの道路のマイデザインは公開済みです。もしお気に召しましたらぜひお使いください。マイデザインの詳細はコミュニティまたは私の SNS で確認できますので、まだフォローしてないよって方はぜひフォローをしてくださいね。草のマイデザインはお借りしています。水路のマイデザインは調整中です。横幅が4マスになるようにしていきます。今回も川を掘ることはあるのだろうかと疑問に思いながら水のマイデザインを一生懸命敷いています。川がないので住民たちには海の魚で頑張ってもらうしかないですね。ウッドデッキを敷いていきます。川床ですね。京都とかでよくあるやつの洋風バージョン。洋風バージョンの名前は定かではありませんね。レンガ部分は3マス、その他3マスで合計横幅6マスになるように仕上げていきます。店の入り口になる場所はレンガを伸ばしておきます。あとは草をたんと敷き詰めます。椅子を置く場所は飛び石にしておきます。ボートの登場です。前回よりほんの少し修正を加えています。本人にしかわからないレベルですね。こんな感じで敷けました。マイデザインが敷けたので、あとはもう半分っていうとこですね。次は左側に崖を作っていきます。マイデザインに沿って崖を作っていきます。街なのでまっすぐな道が多くなるかなとか思っていますが、複雑な地形の街づくりの方がしたいですね。そもそも街づくりをほとんどしたことがないあつ森人生なので、複雑な地形とはとなっています。今までほぼ作ったことがないので気持ちだけ大きく持っていつかできると信じて生きています。ここの崖は後で拡張すると思うのですが、今回は時短のために必要最低限の崖を作っています。今日のクリエイトのことしか考えていないので、後のことは全く考えていません。いつも通りですね。縦長の崖は3マス程度作っていきます。ここから左側は何を作ろうか結構悩んでいます。必要最低限の崖ができました。マイデザインを貼り付けていきます。崖の一番端は草のマイデザイン、その横は木のマイデザイン。ベランダに草を生やしている風な感じにしたいので、この組み合わせになっています。足りない崖を補充してマイデザインを貼っていきます。これで全てのマイデザインが貼れたので、ついに飾り付けをしていきます。中世の街並みを飾って街っぽさ増し増しにしていきます。同じ色だとまとまりすぎるので、乱雑な感じを出すために色を変えて配置していきます。お隣さんと被らないよう配慮しています。草地の部分は草系や洗濯物なんかも晒していきます。あまり良くないですね。公園の時計を使って壁から時計が出ている風にしたかったのですが、ちょっと浮いているので後で色を変えておきます。2段目ができたので1段目を飾っていきます。1段目は西部の街並みをいろんな色で飾っていきます。途中で石造りのキッチンを混ぜたり変化を加えます。屋根の形が可愛いんですよね。僕は白でまとめる前にいらない部分を削っておきます。白い部分はケーキ屋という設定です。こんな感じになりました。まだお店っぽくないですね。崖が見えているところに階段を設置していきます。16万8000ベルです。
ちなみに賑やかそうな街を作ろうと思ったのは自宅裏を盛り上げたかったからですね。自宅の土地の価値を高める作戦です。シトロン島2個目の階段ができました。飾り付けの続きをしていきます。最近はマイデザイン作りにハマっています。ウッドフェンスに草がついたもの、どうやって修正したらいいのかわからないくらい悩んでいるデザインです。ミルク缶、島と練り粉、パーテーションポールの組み合わせはかなりお気に入り。革床には少し特別っぽい席を用意していきます。ただ白いだけなんですけどね。ケーキのショーケースを置いてお店の出入り口っぽくシンプルなパネルを立てていきます。すっかり忘れていたメニュー黒板、ケーキ屋だということをアピールしていきます。カウンターチェアを置いてここにまるでテーブルがあるように見せかけますが、斜めから見たらそんな風に見えないことは秘密です。道路の端にパラソル付きテーブルを置いてお店が近くにある風に。ラタン系は外に置いてある椅子としては優秀なので採用。家具がかなりギチッとしてきましたね。通れるか通れないのかどっちなのかと言われたらパン屋の看板以降通れません。街灯を置くところは石畳を敷きます。ボートをヨットに変更したいので水に沈めます。手すりを川との境目に置いて都会っぽく。量が多くて注文が大変でしたね。これで左側が完成しました。まっすぐ見るとこんな感じ。処理落ちしそうな家具数です。続きまして案内所側を作ります。案内所側は左側に比べて家具を少なめにします。島と練り粉、プラスチックベンチ、街灯がメインです。どこから来たのか謎な車を置いて道路っぽく。石壁を立てて左側と同じように街灯を置いていきます。こちらもまた同じように手すりを置きまくって川に入れなくします。それでも入ってくるのがシトロン島住民です。入ってほしくないなら本物の川を掘ったらいいけど家具が置けなくなるしという葛藤ですね。案内所裏をちらっとだけ作っていきます。左側とのバランスを取るためにここにも町っぽいものを作ります。今回分だけ置くように必要最低限の崖。基本的にめんどくさがりなので必要以上なことはできません。こちらの1段目は中世の街並みです。案内所がレンガなのでレンガで合わせた感じですね。こちらをシンプルにすると言いつつ結構家具を置いています。可愛い感じのトンネルを作ります。隙間が気になるのでパーゴラ側に寄せていきます。くっついていた方がなんか可愛い感じです。2段目も作っていきます。何を作るか未定なので適当にマイデザインを敷いていきます。後で変える可能性しかない場所は適当です。色を1段目と変えた理由は手持ち在庫で賄っているからですね。最後に手前の道路に鉄の柵を立てていきます。これで完成です。公園の時計の色を変えていきます。先ほどより馴染みましたね。川沿いの街並み作りはいかがだったでしょうか。水路の前デザインの公開は調整が終わり次第となります。水路の先が気になる方はぜひいいねボタン、チャンネル登録、メンバー登録がまだの方はお願いいたします。SNS もやっていますのでお気軽にフォローしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。